The previous video showed how 3D printing technology contributes to a barrier-free Buddhism at the Wakayama Prefectural Museum in Japan, where high school and university students, under the guidance of Dr. Okouchi, create replicas of Buddhas and Shinto gods so that visitors can touch and feel them. The initiative started as an effort to making museums barrier-free. However, there are other reasons to copy the local statues, some of which are more than 1,000 years old. この地元の高校生、大学生と一緒に触れるレプリカを作ってみようということで、取り組んだのが実は一番最初のスタートはそれだったんですね。ですので今でもこうやって作っている、仏像や神像は、その触れるレプリカとしても活用を、図って博物館で触ってもらえるようにしています。で、実はそこで終わらなかったというのがこの今の取り組みがまず長く続いている一つの理由になるんですけれども、どうなったかというと、こうやって作ったレプリカの活用、その触れるレプリカとは全く違う活用の方法を、今しています。それがお身代わり仏像という取り組みになるんですね。一番の、このお身代わり仏像というのは要するに、実物の仏様あるいは神様の像、仏像神像の代わりにこの複製である、お身代わりの像をですね現地に安置して、で実物の方は、博物館などで、保管をして長く伝えられてきた文化財をですね守りながら、地域の振興の場を維持していくという取り組みなんですが、なぜそのようなことをしているのかというと、ものすごく重たい問題が横たわっています。現在、こうした、取り組みをして作っている仏像や神像、どういうところに祀られているお像が多いかというと、過疎化、高齢化といったものが進んだ山の奥とか、あるいは海沿いとか、和歌山の各地の集落、小さな集落ですね、そういったところに祀られている仏像や神像というものを、こういう特に取り組みをしているんですね。もちろん地域の人にとってみたら大事なその村のお堂、村のお社、大事な信仰の場だし、とっても大切にしている場所なんだけれども、毎日じゃあお世話をしたりすることができるかというとできなくなってたりします。それでも信仰の場っていうのは非常に言い方が難しいですけども、良い意味での惰性の強い、要するにそこはちゃんと大事な場所だから維持していかないといけないっていう気持ちはとっても強く長く続きます。だから何事もなかったら、たとえ毎日行けなかったとしても折々に管理をしたりして長くそういう場っていうのは続いてきたんですけれども、今の状況の中で一つ大問題が発生しています。そういう場所で祀られている仏像を盗む泥棒がたくさん発生してしまっているという状況があるんですね。インターネットのオークションサイトとかいろんな形でそういう文化財の売買というものが今非常に容易にできるようになってきて、そういう市場が拡大しています。でそういう需要に対して供給をする形で泥棒が出て、そしてそういう村の宝である仏像や神像を盗んで、そして売っているというふうな事件が多数発生しています。和歌山でも10年ほど前、平成22年から23年にかけて1年間で60カ所、仏像でいうと170体以上ですね、
本当にもうこれはちょっとあえて言葉をちょっと乱暴な言い方をしますけれど、取られまくったと、本当にもう目も当てられない状態、地域の人たちは本当に嘆き悲しむし、自分たちに落ち度があったんだなんていうふうに責めたりもされました。そういうことが私もたくさん盗まれた時に博物館でいていろんな地域の人と話をしました。その時の対応もしました。その時につくづくまずは取られないこと、まずは盗まれないことが大事なんだっていうふうなことを、痛感して、それ以前に高校生大学生と作り始めていたこの 3D プリンター製の文化財レプリカを、そこに活用できないかなということで、まさしくお身代わり仏像ということで防犯の一番実効性のある防犯の対策をしながら地域の振興の場を、できるだけ改変しないということにそっくりのですねお身代わり像を作って安置するというふうなことを、これまで進めてきているということになります。本当にこれ結構もう今色がついてる状態なんですけど、初めって真っ白なんですよ。色がないところからこの実物本物をこの横に並べてこれ見ながらやってくださいって言われて、すごいなんか思ったよりなんか近くに見せてもらえるなっていうのと、ちょっと塗り始めていくとこれなんかすっごい大変な作業だなっていうのもありつつ、なんかでも作業をやっていく中で今まで2回塗り終わったやつを奉納させてもらうのを行かせてもらったんですけど、その塗り終わったやつをこうみんなに見てもらったりして、どんなところが大変やったかとか聞いてくれる地域の方とか、なんかすごい興味持って見てくれる人とかにこうやって完成したものを渡せるのがちょっと嬉しかったり。仏像は比較的丈夫な材料で作られていて、それからもし壊れても途中でどんどん修理がされて、とにかくそれは何としても残さないといけないということで長く残る資料なんですよね。だからもう1000年前の仏像があったりする集落、山の中の集落にあったりするのもざらにありますよね。すると仏像って地域の中で一番古いものやったりするんですね。っていうのがだんだん見えてきました。するとその仏像があるということは、その地域のその村の歴史のスタート、あるいは途中の活気というものを具体的に示してくれる。確かに仏像自体は自分からペラペラって喋ってはくれないかもしれない。でもその仏像をしっかり調査して情報を漏れなく読み取っていくと、この仏像はいつ作られて、それから500年前に作られて300年ほど前に一度修理されて200年ほど前にも修理されてるな、なんていうふうなことが見えてくると、まさしく仏像を作って守り伝えてきた人たちがその背後にたくさん実はこうやって立ってこっちを見てくれてる、イメージとしてですね、その人たちの姿が見えてくるんですよね。まさしく仏像って本当にそれを守り伝えてきた人たちにとっての、記憶の、どういうかな、もう痕跡。仏像を通して見えるのはその人の、あるいはその人たちの集団の、あるいはその集団が暮らしてきた地域の歴史そのものなんだということをですね、強く感じるようになってきます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。もう遠いところこんなとこ家あるんかなと思いながら。じゃあもう名刺結構です。はい。手先がどんこになって、それから祭事の時にちょっと前に立ってもらいますけれども、和歌山大学の丸山さんです。丸山様、ありがとうございます。色塗りさんです。はい。皆さんちょっとお集まりください。ちょっと先生。はい。ここは今日は初めてここに来ましたか？はい、初めて来ました。どんな感想、印象ですか？高野山あんまり来ることがないのですごく新鮮です。思ったより山奥に来た。思ったより山奥の方で。
ここに高貴なご神体が2体あったっていうこと素晴らしいと思います。高野山生まれで高野山出身であるのにもかかわらずこちらを訪れたのは初めてです。今日のイベントについてどのように分かるようになりました？これはですね、県立博物館がお身代わり神体ということでこちらの方に文書が参りまして、でちょうど教育委員会から誰か出席ということで私来ました。ちょうど教育委員会がその文化財の所管してますんで、素晴らしいですわ。かけまくもかしこきいざなぎの狼つくしのひむかの立花のおどのあわぎ腹にみそぎ腹へたまいしときになりませる腹へどの狼たちもろもろのまがごとを積みけがれあらんおば腹へたまいきよめたまえと申すことをきこしめせとかしこみもまおす。お払いをいたします。頭をお下げいただきます。お直りの上お座りください。神様も仏様も時代時代で形ってどんどんその時その時の流行で変わっていきます。なかなかピンポイントに何十何年までよう言わんですけれども、その姿見たらこれは本当に700年ほど前のお姿だっていうことが分かります。びっくりしました。地域の人たちが多分いろんな困難もこの700年間の間にはいろんなことあったんだけども、その先人たちがですねとにかく守りきってきたんだという、その地域の皆様のご先祖さんたちとその思いも含めて何かもし万が一何かあったらというもう本当にそれで一旦博物館の方でお預かりをさせていただいて日常的な保管保護をしながら今後どうしましょうかということを相談する中で、今回ですね一緒に来ていただいておりますけれども、県立和歌山工業高校、それから和歌山大学と、県立博物館連携いたしまして 3D プリンターで作って、その造形をしっかり本物と同じものを作って、そして表面の着色も手塗りで大学生がやってくれます。造形の方は高校生がやって、それから塗りの方は大学生がしてという形で分担してですね、そして本物そっくりの神様のお姿をですね、作ろうということになりまして、一昨年度からその制作の作業をですね生徒さんたち、学生さんたちにですねお願いをしておりました。実は今回来ていただいた高校生たちは今年の卒業生です。実は一番本当に直接的に作業をしていただいたのはその前の卒業生の方たちなんですが、その卒業生の方たちからさらにその技術を引き継いでその継続してですね、携わってくれた高校生が今日は来てくださってますけれども、そうして本物そっくりのものを作って
て、たんですが、まさしくこの今のコロナのこのウイルス感染症拡大の中でですね、なかなか特に大学の方のですね課外活動等が完全に停止というふうな措置になりまして、どうしてもちょっと着色の作業を前進させるのがなかなかできなかったということで、2年お待たせをしてしまって申し訳ないんですけれども、ご神体の造形、それから彩色、それから管理保存ということで大変その方々に感謝申し上げるとともに、今日このようにご奉納の式が無事滞りなくされたということに際しまして、心よりお祝いを申し上げて、私の簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。どうも本日はおめでとうございました。山中宮司さん、本当にどうもありがとうございました。皆さんどうもご協力ありがとうございました。それではですね、引き続いて記念写真をですね、撮らせていただきたいと思います。ここはですね、もう人に出会うことってないんですよね。で、集落のその消滅跡を通っていくんです。出会う人もないから、もう本当にガイドさんがおらなかったら、標識と道路標識とこのマップだけが頼りなんです。で、携帯も通じないんですよ。ですから迷ったらもう本当に大変なんですね。で、よく野瀬川の民宿の旅館からですね、今日予約してるお客さんがまだ来んのやと、9時頃場に9時頃になってもう電話かかってくるんですよ。それでそれまた遭難したなと。それで小屋の警察へ電話してまた大探しすると、そんなことが何回もあったんですね。で、ある時ですね、もう一晩中探して見つからない。そうしたら名古屋の方から電話入りましてね、主人今帰ってきましたと言ってこっちがまあやれやれという状態だったんですよね。そのようないろいろな引きこもんですね。はい。こうやって人がいないと本当にいざなんかね、そういうこと起こった時に本当に命に関わりますね。女性の一人旅、若い女性ですよ。一人行かれるんですよ。でね、熊の行動で熊も出てきますよと。そういう備えは十分してますか言うたらね、やってますと。で、テントで寝てたらラジオをかけますと。で、私ね、熊より何より怖いのは生きた人間ですと。私の顔を見ながら言うんですよ。まあそれだったら気をつけて行ってくださいとしか言いようがないんですけどね。そのようなこともございました。ここの町内会の特徴だとか、少しだけ説明してくだされば、そのコミュニティとか。まずですね、その町内会の活動としてはですね、問題としては集落の過疎の問題ですね。人が少なくなっていこう。で、若い人がもう全部出て行ってしまう。村を後にして出て行ってしまう。そして残った人が高齢者ばかりになってしまう。それで今一人住まいの人が 70% 以上なんですよ。一人住まいのご高齢の方がですね 70% 以上で、70% 以上な1軒2軒3軒4軒5軒6軒あるうちで5軒までが一人住まいですよね。で、我々もう私も80なんですよ。ですからどっちかというとまだ高齢者の方になるんですが、まだ若造なんですよね。だからそういった方々との言うたら共にこの集落で暮らすためにですね、
協力関係ですねをお互いの協力関係を保っていくということが一番大事なんですね。環境的にはですね、非常に住みやすいところなんです。水はですね、ここの湧き水を利用してますから、ほとんどタダです。タダです。で、お風呂を沸かすのも、私とここの家なんですが、そこに積んでる山から取ってきた木ですね。これが焚き木になって風呂を沸かします。だからいわば省エネの生活ができるということなんですね。で、夏は涼しい。で、大体高野山もそうですけども、紀の川とかの和歌山市と比べたら5度から6度の気温差があるんです。だから夏場でもですね、扇風機1個で生活できる。扇風機とうちわでですね、生活できるんです。だからそのエアコンとかそんなものは必要ないんですね。すごい。ここで住みたいと思いますよ。で、そう思ってる人が多いね。で、もう一つは空気がいい。まあ車が来たら音しますけども、静か。で、高野町役場のいろいろな福祉の関係もですね、非常に高野町の役場がよく見てくれています。例えば買い物に行くときはですね、無料のタクシーがこう送り迎えをしてくれたりね、病院行くときでもタクシーの無料券をくれるわけですよね。で、車、高齢化になったら車運転できなくなるでしょ。そういった人たちもあまり不自由はしないんです。若い方が行ってしまうと言ってたんですけど、それは、どうしてですか？それは仕事の問題なんですね。ここの集落ではですね、やっぱり山仕事、木を切ったり、先ほどお話してたこの高野巻を取って売ったりですね、そういった仕事なんです。そうしたらよく 3K って言われますよね。危険、それからきつい、汚いって汚れる3K って言うんですね。危険、きつい、汚い。これが常につきまとうわけなんです。若い人は嫌うんですよね。ねえ、そしてもう小さい頃から町へ出ていく。町の学校に行くんです。で、町の学校へ行って、そして高等学校、大学に出て、その人たちはもう帰ってこないんです。そこの地域に生活の拠点を置いて、そこで生活を始めるわけなんです。そうしたら送り出したおじいちゃんおばあちゃんだけがここに残ってる。そんな感じなんです。